大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、前回ちらっとちら見せしたもみじとかの、素材を作ってくださってる方がいらっしゃって、それをいつも持ってきてもらうっていう話をちらっとしてたんですけど、それの、簡単なちょっとお手入れを前回ちょっとお話ししたんですけど、今日はそれを使ってですね、豆まではいかないんだけど、ミニ盆栽実際に鉢に、この時期にですね、豆で本当ちっちゃければ、根を切る量っていうのも砂漠量も知れてるので、あんまり葉切らなくてもいいんですけど、万が一ということもあるので、多分大丈夫でしょうっていうのでは怖いのでですね、一応葉刈りをして、水の使う分をちょっと減らしてあげて、で、植え替えをしてあげようかなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実際はですね、もうちょっと本当は鉢小さいのがあるとよかったんですけど、特にこれなんか入れるのにはちょっと鉢が大きいんですよね。葉っぱが出てしまえばさほどでもないように見えるんですけど、ちょっと鉢がちょっと大きいかなという感じなんですけど、ちょっと今豆鉢がちょっとあんまりないもんですからですね、ちょっと今日は、若干大きめにはなりますが、この鉢を使ってやっていこうかなというふうに思っております。合わせやすいのはこういう丸なんですよね。どこが正面でもいいですので、こういう四角だと正面っていうのも決めて入れないといけないので、その辺が若干ちょっと、難しいというわけじゃないですけど、これも好みなのでですね、どういうふうに植えられるかっていうのはその方のあれなんですけど、実際にちょっとやっていこうと思うんですが、こんな感じでちょっと入れてみようかなというふうに思います。はい、それじゃあですね、ちょっとどかしておきますね。まずちょっとこのでかいやつから先にいきましょうかね。抜こうとして初めてわかる根が結構パンパンですね。ちょっと午前中水をかけた分でびちゃびちゃですけど、結構太い根が出てますね。抜いてみないとわからないってやつですね。これはやっぱ葉刈りをしないとちょっと持たないかもしれないですね。この辺の根のどうするかですね。これを取っとくとちょっとあれなんですけど、取ってしまうと根がなくなってしまいますもんね。半分取っちゃいますかね。
こいつもいらないんですけどね。あんまりちょっと炒めすぎると葉が出てこないかもしれないですけどね。根の量とはい、その葉が出る感じってやっぱり比例するんですか？まあ比例するっていうか、やっぱこれからの時期根がないとですね、水吸い上げる分がないですので、だからその分を考えてちょっとやっぱ水切れしたら何もならないのでですね、なるべく残す感じ。まあなるだけ細い根、その水を吸ってくれる根を残しながら、ちょっとこういうこれがちょっと厄介なんですよね。これが太いやつ？今の時期やると多分ちょっとダメでしょうね。とても邪魔なんだよな。こいつを取りたいんですけどね。だいぶ取っちゃいましたけどね。こいつは残しておきましょう。はい、今日もですね、使う土は赤玉と山砂配合ですね。まあもみじを普段植えるときに使う山砂1割2割っていう形ですね。で作っていきます。まあ、一応こういう感じでちょっと植えてみたんですけど、葉っぱが出た時のちょっとイメージとしてこう針金を簡単にちょっと巻いたんですけど、この辺の残ってるやつはですね、またちょっと全部かけるとまたあれなんで、まあ落葉した時、その時にまた見て、この針金をその時外しますので、その時にまた新たにちょっと考えてやろうかなと思います。これも山もみじですね。
今度はさっきみたいな直根がないのでですね、やりやすいっちゃやりやすいですね。はい、これも全部ちょっと全剥がりですね。ようでもここまで狛江のたくさん育てられてますよね。ではちょっと丸でいきたいと思いますので、ちょっと値上がり風になるかもしれないですね。鉢が小さいので通常ちょっと普通のやつをやるときみたいに針金を上から縛るというやり方じゃなくて、以前にも黒松の時にもこういう技法を使いましたけど、下から針金を差し込んで引っ張って押さえるっていうだけのやり方ですね。下で針金をこう曲げて押さえてますけども、これで十分動かずに管理できますので。はい、3つ目ですね。もうやり方は同じですので、これは重宝してますよ。お客さんが作ってくださったやつ。なんとかファイバーとかいうやつで非常に丈夫で、なんか曲げても折れんからっていうふうには言われたんだけど、以前こういった系統のでって言ってこっちから曲げていったことがあるので、あんまり力は入れませんけど、でも非常に使いやすいですね。これなんかほとんど刈らなくてもいいような気もしますけど。
はい、これだけちょっと鉢の色が、淡いというか薄いと言いますかあれなんで、ちょっと上に化粧砂ですね、富士砂を入れたやつです。赤玉と山砂と富士砂が入ったやつですね。パパッとちょっと3鉢やりましたですけど、この時期でも十分、こういう植え替えができると。ちょっとお客様からですね、この時期にもみじとかカエデとか植え替えをしてちょっと弱ったんだけどっていうご質問等があったという話もしてたんですけど、やっぱり、葉っぱの量そのままだとなかなか、根をあんまり切ってなければですね、そう心配しなくてもいいかと思うんですが、どうしても植え替えをするとなると根をある程度処理するでしょうから、そうしたらやっぱ水を使う量を減らしてあげるため意味でもちょっとやっぱ葉刈りをしてあげると、その心配が、多少なりとも違ってくるという形なので、今の時期でも植え替えは可能なんだということも一つ、付け加えさせていただければと思いますが、小さいければ小さいほどですね、そんなにまでねあんまり処理しなければ、葉っぱはそのままでもいけるかとは思いますけど、ある程度大きいサイズになってくるとですね、かなりやっぱ水の使う量も増えてくるでしょうから、やっぱり葉刈りをしてから植え替えをするということをちょっとお勧めしますけどね。はい、この時期でもちょっとやれるんだよという話と、これ、2週間ぐらいしてちょっと葉がまた出てくるでしょうから、葉が出てきたらまたちょっと、見ることもいろいろ楽しみも出てくると思いますので、持ってらっしゃるのがあればいろいろちょっとやってみられてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。その植え替えで根を切りすぎたら芽が出ないこともある。芽が出ないというか、水が足りてないから結局必要量水がなければもう枝がしぼんでしまいますよね。だからもう芽吹かないですよね。そういう場合もある。あります。だから植え替えを例えば春も芽が吹いてきて葉が出てしまってるのに植え替えたら、その後どんどん葉がボロボロ落ちていった。でどうしたらいいじゃろうか。この間ご質問が一つはそれですね。どんどんこう勢いが悪くなってきて、で葉がふるってくるわけですよね。どうしても水が不足しますので、もみじとかカエデとかこういう落葉樹、代表格ですよね。こういうのは特にですけど、水が不足するとまず自分の命を守るために葉を振るいますので、だからそれでもやっぱり水が足りなければもう枝ごとしぼんでいって、で本体ごと枯れるということもありますので、葉っぱの量が多いとやっぱ水の使う量は多いんだということは一つ覚えておかれるといいかもしれないですね。もうずいぶん昔ですけど、お客さんのところでかなりいいもみじを持ってらっしゃって、見よう見まねで本を見て植え替えをされたと。でたら今年植え替えをしたらなんか葉がボンボロン落ちるんだよねっていう話があって、見に行ったんですけど、わざわざそこまでですね見に行って、そしたらもう全部葉がふるってると。ただ次の芽があるにはあったので、急ぎ水につけて行ったらもう土ぼっからからでした。だから葉っぱがねえからもうなんか水やる気がなくなっていや枯れますよ言って。だけど結局その後は普通の単純な水切れとかを何回かやったみたいで、やっぱりもう何回か葉をふるってまた葉が出て、だから復活するから大丈夫じゃというふうに思われたんでしょうね。だからちょっと忙しして水やれんかったとか、そんなんで何回か葉がふるったりしてたらもう芽が出ないようになった。もうそれで2度目また伺ってみたらもう枝も全部しぼんでましたのでね、もうこれはもう芽は出ないなと。で出るか出ないかわからないけどっていうんで枝をほとんど全部切ってしまって、本体がちょっと元気が残ってればですね、また胴吹きっていうこともあるかもしれないっていうのでやってはみたけどもダメでしたですね。なるほど。そういうのがありますからね。だから桜なんかでもあるんだけど、夏場に花が咲いたとなんでやろうと、要は狂い咲きですよね。で狂い咲きで一番原因で多いのがやっぱ水を不足したりとかすると、狂い咲きが出たりして、で1回2回じゃそうないんですけど、やっぱりそんなことを何回かやってるうちに木は必ずダメージ受けてますからね。
でもう本体が全体がもうしぼんでしまって、もう落葉期じゃない時に落葉してしまって、でそのまま春になってももう芽が吹かない。だからもう早い段階で五輪中なんでしょうけど、まあそうなってもらっては困るのでですね、だからよく水はちゃんちゃんかけてるんだけどっておっしゃる方多いんですよ。でいろいろこう詳しく聞いてみると、そういえば温泉旅行に行って2日間ぐらい水やらん日があったとか、やっぱそういう時にダメージ受けてたりすると必ずその影響中が出てきますのでね。でまあその1回きりでとは思えないんですけど、まあやっぱ何回かやってるんでしょうけど、やっぱそういうので木がダメージ受けて最悪やっぱ枯れてしまうということもありますからね。だからまあなるべくそういうことが起こらないようにちゃんちゃん水かけをしてあげてもらえると一番いいんですけどね。まあどうしても暑くなってくると市内のお客さんでもいらっしゃいますけど、外に出るのがあれで家の中から水ピュって飛ばすやつありますよね。あれを手だけ出してこうやってたと。で行ってみたらもう勢いよくパーッと飛ばすジェットなんとか、もう土は飛んでしまって根はむき出しだし、外に出るのが暑い。まあ女性の方でしたけど、夏場外に出たくないと、夜涼しくなってからじゃないと出ないとそれでは木はもう日にさらされてますからね、なかなかやっぱ持たないでしょうね。だからまあちょっと夏場だけ遮光ネットをするだとか、いろいろちょっと工夫をしてあげるとですね、いいかとは思うんですけど、まあ、できたら水はちゃんちゃん、かけていただければとは思いますが、特にこのちっちゃいやつは、そこら辺がですね、だからちっちゃいやつはですね、一細工はあれのやつがちょっと鉢が小さいのと、まだ木が細くてあれなんで、水切れしないように砂を入れたこういう水盤ですね、浅い水盤の中に砂が入れてあるんですけど、でそこにずっと水を含んでますから、その上に置いてある。水じゃなくて砂です。そうですね、砂が水を持ってるので、その上に並べてるというやり方をしてるのがありますけどね。まあそういうのも一つの手ですね。まあそれが深いやつになるともう蜂が使ってしまうとですね、以前にも話しましたけど、溜めた水につけるのはどうしてもやっぱ NG ですから、でこれも直射が当たる場所ではないので、遮光ネットの下なので、水があってもあれですけど、これが直射が当たるところだと逆に今度はその水分で熱がどんどん逆にわーっと上がるでしょうから、常緑で日当たりを好むような場合の時にはですね、それは逆効果かもしれないですね。だからやっぱり直射日光じゃなく、ああいう遮光ネットの下であれば、それも一つの有効手段ではあるという形ですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。これですね、糸魚川の心拍なんですが、実はこれちょっと昨日ビニールポット内から鉢上げしたんですけど、これはですね、ある方からちょっと譲っていただいた糸魚川心拍で、非常に葉性が小さくてというか細くて、ちょうど葉性がいいというのでですね、前譲っていただいたんですけど、これがなかなか挿し木がこれはできないんだと、ご本人はいっぱい持ってらっしゃるんですよ、これをですね。でご自分で増やされたのが。で挿し木が難しい、どうやってやるんですか言ったら、それは教えられんとで教えてくださらなかったんだけど、でうちで、大きいのが2本あってですね、で1本は早くに出たんですけど、もう1本はちょっとしばらくサイズもちょっと大きかったんで残ってたんですけど、ちょうどそれが欲しいという方がいらっしゃって、でお売りするのは全然うちは商売なんで構わないんですけど、中でもこの心拍もったいねえなと思って、もちろんお客さんの了解を得て挿し穂をちょっといただきまして、ただ挿した時期がですね真夏だったんですね、8月だったんですけど、だから通常でもなかなかあれなんかなと思うんだけど、この心拍に関してはですね真夏でも挿し木全然津軽ので、いけるやろうと思って挿し穂をいただいた分挿し木したんですけど、やっぱり
難しいというだけあって次々にどんどんやっぱ枯れていきました。で最初の2ヶ月3ヶ月は良かったんですけど、だんだん茶色くなっていって、で数本生き残ってるんですね。で昨日ちょっと抜いてみたんですよね。根はどんな状態かなと思って。たら立派に根が出てまして、でこれはちょっといいわと思って、木が若干こういうちょっと流し風だったんで、簡単にちょっと針金もかけてちょっとこういうふうに作ったところです。昨日ですね。こんなんでもうちょっとこう、勢いづいてくれればまたいろいろこういじっていきたいなとは思いますけど、こういうのも挿し木ができないっていうから相当難しいみたいなことをおっしゃってたんで、無理やろなとは思いながらやったんですけど、なんとかつがって根も出てくれてますので、何かうちのお客さんで根出てなくてもちょっと作ってみたいという方にお分けした分があるので、その方たちにも先日1回聞いたんですけど、まだ緑やけどどうも根が出てる風がないとでも枯れちゃいないんだよねという話をされましたけど、で昨日だからお電話で「いやうちちょっと抜いてみたら根がものすごい立派に出てましたよ」と。だからちょっと抜いてみたら「いやまだ怖い」ってなんか大事に水をかけてやってるっていうふうにおっしゃってました。茶色くならない分だけでもいいかなと。確かにですね、結構こう皆さん見られた方が言うんですけど、これちょっと葉性が違うねって言われるんですけど、これなんかちょっと面白い作りができるようになればいいかなと思って、ご紹介までに。